まあこれ適当にそう嘘っぱちだからさあんな、基本まあ多分嘘っていうよりも簡単化しすぎですよね。そう単純に考えてて単純すぎるやろこれ。こうじゃないやろ。多分ね一応ロジックの整合性を持たせるために、日本はこうだとかなんとかはこうだっていうふうに一般化した後に例外はあるけども、例外はあるけれどもっていうふうな話をする。でそこに例外が何%で、君が当てはめた事例は何%でみたいな話はしないでしょ。だからそうですよね。いやそれ俺ら日本人からしたらとか俺らインドネシア人からしたらとか自分らマレーシア人からしたらとかっていう話をした時に嘘やんっていう風になっちゃう。でそれってマイノリティだよね。いや待ってください、世界人口的に見たらインドネシア人何人おるの、日本人何人おるの。結局その消費者はいわゆるそのナショジオとかあの手の読者だったりとか英語圏とかの人でしょ、主にそうですよね。でその人たちがなるほどなって納得できる。だから南アフリカだったりとかオーストラリアだったりとかニュージーランドだったりとかイギリスだったりの人とアメリカの人たちの文脈の中でそうだよね、俺もそう思った、昔からそう思ってた、そうだよねっていうのに対してはそれっぽい答えを出してるけども、君らの世界はそこだけかっちゅう話。そうです今ちょうど昨日の夜中まで論文解説を言ったんじゃないですか。その論文って結局やっぱりジェネラルのいろんなバリエーションの中ある一つのジェネラルなパターンを、考察して取り出して考察して議論するか、もしくはあれですねThe devil is in the detail とか言われるように、細かいところにこそ悪魔がやれてると言ってるように、じゃあ細かいとその違いをあえて見るのかというのは多分その論文のまとめ方の違いですね。だからそのストーリーとかもそのような本とかってジェネラルのところに特化しすぎてしまったら、詳細なことを無視しすぎると本当のこと見えないと僕思うんですよね。で昔はそれで良かったのかもしれない、みんななんか大きな物語を共有しよう的な話をしてた時にはどうなのって言った時に社会主義がとか資本主義がとかなんかその地球環境がでもいいけども、なんかでっかい話をする時にはそれでいいけど、もうそれって嘘だよねっていうことがスマホ一つで共有されちゃう時代に、で逆にそのスマホ一つで嘘をばらまける時代に、いやまあああいう本今時それ読んででも、それを信じてしまう人ってまだ多いんですよ。めっちゃ不思議なことおるし、多分自分らもそういうところあると思う。もちろんめっちゃそういう自分らもむしろそういう多分普通に自分らもいわゆるアホ側におると思うよ。残念ですが事実としてアホ側におっちゃったりすると思うんだけど、そうした時にいや偉い人よ、書いた文章書いたりね、ジャレド・ダイヤモンド先生も偉いし、ハラリ先生もすごいしすごいけども、そこに書いてることを読んでどう消化して何考えるかは読んだ人が各自で頑張ってねっていう、これはねなんだろうな、しょうがないね。本を売りたい側は売るように仕掛けるし、日本語の本でもそうでしょ。でもさっき車でも話した結局やっぱり9割と1割の人がいるわけ、9割とかも 9.9 ですね、99% と 1% のところでやっぱり売りたかったら 99%、マスの方にね。であとまたさらに結局やっぱり 99% に情報が渡るように、という目的で書く人が出てくると僕思うんですよ。その時は嘘ではないけれども、100% の真実ではない、要するにパターンで見れば確かにこうだよって、そして理解しやすいんですよね、ストーリーとして。でそれ細かいところのあれは詳細知りたい人だったらもう少し勉強してくださいと、勉強したくなかったらマニアはそっちみたいなね、そっちジェネラルはこっちでもこれね、いやでもでなってるんじゃないですか、世界がしょうがないんですよ。なっちゃってる。だってゲノム配列読んでるよね。僕めっちゃ読んでるんじゃないですか。読んでるよね。真実はあるかそこに。ないって言ったら語弊はあるけど。そうだから結局ね、この
多分デヴィンさんの世代でも僕の世代でもその遺伝子って言葉と遺伝子っていうのの、まあ、実態、まあ、DNA とかそういう分子の持ってるメッセージ性とかね、社会的な立場が超強すぎて、でそっちにね話を持っていっちゃう快感に取りつかれてしまい、科学者はひたすらね、いやゲノム読むのもいいけど、いやそれさ、そのゲノムを取った生き物の情報がない状態でどんだけ読んでも意味ないよっていうのに、まさしくそれでしかもプロセスのある生き物ってプロセスのもんなのに、プロセスすっ飛ばしてゲノムはこうだった、この生き物の体の形はこうみたいな話をこうするでしょ。でいやだからアブダクションですよ。いやそうアブダクションねできりゃいいけど、あれいやまあそうでも何ですか、もちろんできないでしょうけれども、アブダクションであることを意識しながら議論を展開しないといけないと僕は思うんですよ。だって例えばですよ、系統解析やった時に遺伝子3万個あるうち、たまたま主分岐に近い、要するにもう塩基配列がもう全然違うところとかから見れば主分岐してるかもしれませんけれども、でもこっち側の遺伝子だとまだこっちも主分岐してる、でもこっち側はまだ分かれてないからと、要するにインコンプリートリニージソーティンってほとんどだと僕は思うんですね。で中にさらに例えばそれは遺伝子のレベルで考えた時、でも答えで考えた時に、じゃあこのものとこのものは別種であるって言った時に、まあもちろん種概論になるかもしれませんけども、いや全世界全宇宙に過去から現在におけるその種の答えを見ましたかってのじゃないですか。無理なんですか。だから作業仮説しかできないのに、でそこでものすごいと喧嘩して議論する、ごめんですけど、週のなんというその時に多分アブダクションもしくじるんだね。みんなね、みんなアブダクションを認めたくない。認めたくないか、いや認めようがない。認めようがない、認めたくない。認めてしまったら、多分そしたらそこからじゃあどうするのと、 OK、ここからここまでが種の境界があると、でもそれアブダクションであり、じゃあそしたらこの種の境界の議論が崩壊するんですよね。だから認めてしまったら、その種の議論とかっていうのだと、まあなんだろうな、例としてなんですけども、最近だけどただ健全なのは気づいちゃってる人がいるのよ。そのゲノムを見た、変異があった、これが原因ですって言った瞬間に、それっておかしいよねと。でちゃんともう具体的な論文はなんかね、この辺にテロップでピッて出てると思うけど、あなたはね、車が道に止まっていてね、パンクしている車を見てね、あ、この車パンクしたから動いてないんだって思うよね。だけど実はパンクする前に、タイヤがいかれる前に、中のエンジンが先にいかれていて、エンジンがいかれていたからエンジン新しく取り替えなくっちゃって言ってエンジンを注文しました。でも車で時間かかるわけだ。でも車動かない。そうするとパンクしちゃうと、タイヤこうパンクしちゃったよ。でもエンジン来たからエンジン変えよう。はい、エンジンはサラッピンになりました。タイヤがパンクしてます。さああなたはこのパンクした車を見て、なんでこの車が動いてないと思いますか。パンクした、パンクですってなるでしょ。なるでしょ。ね、なるでしょ。そうでしょ。でそれってこのゲノムがやられているからこの生き物こういう変よって言ってるだろうみんなっていうのにちゃんと気づいている、すっごいできる人はいるにもかかわらず、もうトレンドがそっちに行っちゃってると、変異見つけた、イエーイ変異、あれって1割9割の話になるんじゃないですか。そうでもそれって1割9割の一番問題なのが、僕はすごい気づいてたのが、間つなげてくれる人がいないし、つなぎを1割の人がつなげようとしないし、9割の人も多分それも1割の存在を認めたくない部分もあるんですよねと。それ認めたくない。つながらないんですよ。認めたくない理由は何だって話。これがね、昔みたいに神様が生きていた時代はね、つなげなきゃ金とか関係ねえよ、頑張るんだよ、論文がなんぼのもんじゃい、インパクトファクターがなんぼのもんじゃい、俺は真実をってなるけど、今そんな思わないでしょ。思わないでしょ。いやゲノム読んだら
なんかネイチャージェノムなんちゃらなんちゃらとかゲノムなんちゃらとかの雑誌に載ってまだインパクトファクター高いからもう途中の泥臭い研究とかやらんくて今次世代シーケンサーの、性能も上がってるからゲノム読んで変異見つけて見つけたって書いとこうやってみんなやっちゃってるよねっていうねそれ経済原理だよねっていうこの真実から遠ざかる真実からどんどん遠ざかるこれ言ったら多分みんな怒ると思いますけれども、まあでも言っちゃうけど例えばですね、シンプルな結構みんな環境保全とかやってて、再生とかやるんですよね、でも僕は言いました、そもそもちょっと少し一旦立ち止まって考えてみようなと、例えばですね、マングローブ林が消えてしもうたと、でそれってマングローブ林ができる環境状態にはならないってことですよね、ならなくなったと、ほなそこで頑張って必死で再生しようとしていても意味ないと僕思うんですよね、多分これって一応生態学者たちとかも実はこの前なんかどっかで会った時に「いやああいうこと実は無駄ですよね」とか言ってだって環境が変わったからなのでもそうだったら、このマングローブ林が生えるような環境を探してそこで再生すればいいんですね。で逆にこの部分はもうダメになったからなんでダメなのか、何があかんかったのか調査して、次できたところに、応用すればいいんですよ。でこのもうここをさフルパワーで、もう文明の力でマングローブ林にアホやんけとで文明の力で分かっていることはそこもう戻らないですよっていうのを例えばですね文明の力使ったらそれはまだいいけど例えばですよ、ほんまに生態学分かりました生物多性分かりました、こういうの物理学怪物学と分かっていれば、じゃあまず最初からジオエンジニアリングやらなあかんですよ、テラフォーミングとかできるかと言います。じゃあできますと言ったら、いやほんだらそこからやれよって言ったんですね。そうじゃなくて、とにかくちまちまやって、種植えてわちゃわちゃやって、かなりこうで見栄えがいいことなんですね。で例えば、その、高校生呼んで一緒に上よら、やってる感がある。そうやってる感がある。パチパチパチ会社のコーポレート、ソーシャルレスポンシビリティとか言って、素晴らしい貢献活動でほんでちゃんと子供たちにうんたらかんたら言うてでこれは実は研究によってうんたらかんたらもう無理だってよ、もう無理なことは無理やんけ。それで例えば、ね、これはインドネシアの例なんですけども、会社がコーポレートソーシャルレスポンシビリティでマングローブ林を再生すると、でマングローブ林そもそもゾネーションありますよね、だから波とかカエルとか、あと塩分の違いとか生き物がまた違ってきて、そしたらこうちゃんとこうなるわけ、でもコーポレートソーシャルレスポンシビリティでやってるマングローブ林の植林は当然ながら植えやすいものですよね。で全部モノカルチャーですよね。探索になるわけですから、その結果パチパチパチ3ヶ月後にはもう全部波に流されて終了、でもそこは誰も取り上げませんよね、取り上げない、やってる感出てる映像がねこう出てきたらもうそれはそれで OK パチパチパチそう税金が下がる、だからそういうようなそういう虚しさですよね。虚しさ満点だよ、満点。例えば虚しさ満点。そう虚しい。これ別角度からも撮ったらデイヒンさんこの別角度からもデイヒンさんがそう虚しさ満点でも多分そこに一瞬だけ参加した人たちはやってる感があるからわーいパチパチパチなんでしょ。でお金出した側もわーいパチパチパチってなるわけで、それねもうあるあるだと思う。要するに、メサイアシンドロームですよね。救世主が症候群ですね、シンドロームですよね。おい私はいいことを助けてあげた、いいことをやった。そうで問題のがそれをビジネスにするなりなんなりして、でそこから大変失礼ですけども9割の人たちからお金取るなりなんなりそういうのがもうこの人も多分この人も1割の人じゃないと思うんですね。だから9割のリーダー的存在の人がそれをお金取ってわーっというのが虚しいよねと僕は思ってる。本当のことできるのにと、僕は一つこれもう言ったら炎上するかもわからんけどもある企業が14億円で、何でしたっけバーキンのバッグを買ったと、落札したと、日本の会社が、14億円あればですよね、年間、例えば3年間で1000万円の研究費だったら14億あれば140ぐらいの研究プロジェクトお金払えるよ。
でその研究から薬出たりなんだったりするじゃん。コロナの時に昔なんかスペインのなんか学者が、そうなったらどこだっけロナルド・クリスティアーノからもらいなさい、彼に1億あげたでしょ、僕らも研究のお金すらないって書いてて、要するにちょっとそこもバランスがおかしいですよね。まああれだと思う。でその時にまだ人間が、多分まあデフィンさんの頭の中でもそうだし、まだまあ私の中では結構もうそれはもう諦めてる。でその健全な形で諦められないかなって思った時の、まあ一つのあり方なんだけど、自分らって要は神様に作られた2番目ぐらいに素晴らしいか1番目か2番目ぐらいに素晴らしい生き物だよねじゃなくて、猿の仲間でしょ。猿の仲間ですね。猿の仲間でしょ。脊椎動物、はい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 、進行動物も、はい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 、進行動物も